時、リンリンごきげんよう、リンです。いつもありがとうございます。バルガスキャンプのストーリーで新たな化け物の登場がありました。その化け物は、初めてエイドゥースたちと遭遇した赤色の服を着た化け物ではなく、緑色の服を着た別の化け物でした。このことから、この化け物は1体だけではなく、帽子とボタンのついた服装と魔法石、宝石のある洞窟、ツルハシを持っているというビジュアルからモチーフで浮かび上がるのは白雪姫の小人ではないかと考えます。戦闘シーンではインクの垂れ具合が女王が魔法で作った毒リンゴのようにも見えます。1体だけではなく2体目の遭遇ということで小人だとすると7体は存在しそうですよね。このことについて謎が深まります。謎1、化け物の姿はまるでオーバーブロッドした時に後ろに現れる化身のような姿です。しかし化け物の前にはオーバーブロッドした人物は見当たりません。まさに自立した化け物です。謎2、化け物の存在をみんな知らない。実際に出会った者たち以外は教師ですら化け物の存在を知らない様子です。学園長は何やら含みのある感じではありましたが、いつものうまいかわしで革新的な情報はありませんでした。謎3、そもそも生徒たちが持っている魔法石の原産はどこなのか、誰が作っているのか、流通ルートが謎です。とても大事なものなのに誰も知らないご様子。もしもなくしたり壊したりしたらどうするのでしょうか。サムさんのショップで購入できるのでしょうか。グリムに魔法石を渡した学園長は知っているのでしょうか。そしてここから考察を交えて話していきます。2体の化け物に共通するのが魔法石に対しての異常な執着だと思っています。俺のものと連呼し、魔法石に触られるのを異様に嫌がります。執着については自身の考察動画でも取り上げていますが、この執着が今後キーワードになりそうな気もしています。私はヴィラン10体のディズニーの物語を好んで読んだり見たりしていますが、その多くは実はあのヴィランズたちは生きていたという展開が繰り広げられます。バースデーのストーリーを読むと、数名グレートセブンの親族を匂わせるような内容がありました。ここからおそらくロイヤルソードアカデミー側もそのような人物は存在すると思います。ここで言いたいのは、モチーフだとしても直にその人物ではないということです。例えばマレウス・ドラコニアはマレフィセントのモチーフだと思いますが、マレフィセント自身ではないということです。ネージュ・リュバンシェも白雪姫がモチーフだと思いますが、白雪姫自身ではないということです。ディズニー映画白雪姫で7人の小人たちに追い詰められ、断崖絶壁へ雷に打たれ落ちていった女王グリムヒルでも実は生きていたとしたら、それを踏まえて聞いてほしい物語があります。ディズニー出版みんなの知らない白雪姫では、女王は今もなお存在し続けています。そして小人たちに追い詰められた時、実は森の奥へ逃げ生き残る選択肢もあったようです。ですが、自らがしてしまった罪、嫉妬によって白雪姫を貶めた行いを認め、絶壁への道を選び、覚悟をしました。最後の最後で改心したのでした。そして白雪姫は王子と結婚し、お城で幸せに暮らすわけですが、鏡を見つけるのです。そう、あの魔法の鏡です。そこに映るは女王グリムヒルデ。私の可愛い小鳥、あなたを愛しているわ。昔も今もこれからもずっとね。と語りかけるのでした。このお話面白いのが、白雪姫は実は女王グリムヒルデとデジャブのように似た人生のきっかけをつかんでいることです。女王グリムヒルデもかつてただ鏡屋の娘でしたが、お店の前を通った国王にその美しさを見初められて、妃として迎え入れられました。魔法の鏡は実家にあったもので、父親が亡くなるまでは普通の鏡でした。父親が亡くなり、
鏡の中に現れ、彼女が美しいことを伝えますが、時折様子がおかしいのです。そしてついに他の者の名前を伝えるのです。白雪姫もまた、王子の一目惚れで再びお城に入り、実家とも言えるグリムヒルデと育ったお城で鏡を見つけるのです。そこに映るは亡きママ母。そして甘く優しい言葉をかけるのでした。けれどもきっと、いつかは他の者の名前を口にするかもしれません。同じような、デジャブのような、ループのような、白雪姫もグリムヒルデのような人生を歩んだとしたら、自分の子供やあるいは他者に嫉妬心を抱いていたとしたら、この世界もかなりねじれていくと思いませんか？